フェニックスライト様から製品を提供いただき動画を作成しています。フェニックスの LED ライト CL28R、 作業灯に分類されるでしょうか。ヘッドは360度回転、ベースマグネット付き、光量と色温度の調整に赤色灯まで備えるマルチに使えるライトをご紹介させていただきます。フェニックスライトは2001年からのブランドで、中国は深センを本拠地とする会社です。ウィキによれば2000年代初頭に高級品と同性能を有する製品を非常にリーズナブルな価格で販売したことにより認知を高めた会社とのこと。個人的な印象としては、中国の高性能かつリーズナブルなライトの始祖、草分け的な存在という印象のある会社です。そのフェニックスの新製品 CL28R、 サイズはこのくらい、ギリ手のひらに乗るサイズで重量は 375g、 この大きさにしてはずっしりと重く感じます。表面のここだけアルミのパネル、あとは樹脂製ですね。メカメカしい感じでデザインは好きです。インターフェースは上部に集約され、ダイヤル2つにボタンが1つ、そばにバッテリーのインジケーターが備わります。ダイヤルをガードするように覆いが設けてありまして、落としてしまった時など直接衝撃がいかないような作りになってます。ベースを兼ねたハンドルは360度無段階に回ります。そこにはマグネットとアタッチメント取り付け用の8分の3ネジ穴を装備。裏面には性能表示のラベルが貼ってありまして、そこには日本での販売元かトラスコ中山さんの PSE マークが入ってます。 PSE はごまかしてグレーな製品もある中で、これは安心ですね。光源をアップで見てみると、白とオレンジの LED がサンドウィッチ状に並んでいます。真ん中の黒っぽく見えるのは不良ではなく接着剤とのこと。光らせてみますとこんな感じ。ジップオンボード LED ってやつですね。細かく並んだ光源がよどみなく光っています。さて、ライトの基本的なスペックがこちら。似たサイズ、他社品と比較するとバッテリーが大きいですね。その容量を生かしてか最大光量も高め。ライトモードは大きく分けて2種類。通常の白色と赤色のモードを備えます。まずは白色から、上部のボリュームダイヤルでスイッチのオンオフおよび光量を調整します。最小で光量はこのくらい、スマホのライトと大体同じくらいですね。光量を最大にしてみるとこんな感じ。コンペにはオーライトさんのスイベルプロを使っています。スペック通りにフェニックスの CL28R は明るく見えますね。もう一つの調整機能、色温度の調整は隣のダイヤルで行います。最も暖色、最も白色を比較したのがこちら。色温度変わると随分と印象も変わります。私は最高の6500ケルビンで使っていますが、友人はもう少し暖色が好きだと言ってました。また動画の撮影をしていますと、色温度変えたくなることって結構ありまして、暖色系はムード出ますから、そういった用途にもいいですね。光量、色温度が調整できるというのは大きなメリットに感じています。続いては赤色のモード。こちらはシンプルに点灯と点滅の2パターンのみです。光量は大きくはないですね。コンペのオーライトさんと比べてこんな感じ。十分っちゃ十分にも感じますが、自分の位置や危険を知らせる用途には少し頼りない感じを受けます。赤色のライトはもう一つ、暗闇でも目がくらみにくいという利点を生かした周りに配慮したライトとしての使用法があります。真っ暗闇で試してみたところ、確かに白色に比べて赤色は直視しても見てられる感じ。照らす対象は赤くなりますので、見やすいってことはないんですけど、文字確認したりなんて用途には十分に使えます。明かりつけるのをためらうときに活躍しそうっすね。もう一つは虫を寄せにくいというもの。昆虫観察や採集に使うことがあるみたい。キャンプでテント内で使ったりするのに具合が良さそうです。白色も赤色も照射角はかなり広くて150度くらい。光のパターンはムラがなく、赤は縁がくっきりとするタイプですが、目にちらつくこともなく、広くまんべんなく照らしてくれます。充電池は内蔵式。取り外しはできませんが、容量はとても多くて1万 mAh。入力はパワーデリバリーに対応していまして、高速充電が可能です。最速で4時間で満充電できるみたい。私はパワーデリバリーは機器を持っていませんので 1A で充電していますが、電池残量半分以下で充電するようにしていまして、寝る前に充電しとけば朝には大抵終わっています。またこの大容量、
ライトとしての使用のみではなく、外部への出力も可能です。ポータブルバッテリー代わりに使えます。ライトを点灯しながらの出力というのも可能です。その他、落下耐性は 1.5 メートル、防水・防塵性能は IP66、十分にタフなライトです。保証の期間は2年間、またそれを過ぎても限定的な保証が生涯にわたり適用されます。長く使えるライトとなるでしょう。癖なく使いやすいライトです。これ一つあれば真っ暗な中でも十分に車・オートバイを触ることができます。インターフェースの操作性も素敵。ギリ手が届くみたいな無理な体勢だったとしても軽いダイヤルを回すだけですから簡単です。当たり前のことですけど明るいと使いやすいですね。フラット光なためか光量を大きめにしても明るすぎる感じはなく目が疲れません。ライトの明るさは必要十分あれば良い。やたら大きな光量は必要ないと思っていましたが、目に優しい大光量というのがこんなに使いやすいとは思っていませんでした。手持ちで使うには重さが若干気にはなりますが、整備に動画撮影にとマルチに活躍してくれているライトです。電池の持ち具合は案外普通な印象です。実際1万もありますから多いとは思うんですけど、スイッチがダイヤル式なためかどうにも最大光量あたりで使ってしまいがちで、そうすると電池食いますから思ったよりなくなるの早く感じています。私は DIY 用途で1回 1,2 時間くらい使って 4,5 回に1回充電してる感じ。それから同じようにダイヤルについてでこっちはちょっと困っていることですが、前回と同じ光量にするのが難しいです。例えばベストな光量になったとして、その状態で動画を撮る作業をする。でライト消して一服して作業再開するかって時に同じ光量に調整し直すのが難しいんです。さっきのダイヤルの位置が分かりません。撮影ならば露出系を使ったり、あとはマジックで線引いちゃえば解決することかもしれませんが、例えばダイヤルのミドル位置にもノッチをつけるなど、ダイヤルに基準がもう少し多ければさらに使いやすいかと感じました。さて、ここからは多くはないんですけど使っていて感じた不満点についてお伝えします。一つ目は吊り下げるフックがないこと。オートバイの整備していますと、どうにもマグネットでくっつける場所がないことがありまして、他社品はフックでぶら下げて使うことも多いのですが、 CL28R はこれに対応ができません。最近は車でもアルミ使うこと増えましたから、車種によっては釣れないというのが困ってしまうことも。アダプター用のネジ穴を使えばフックつけることはできますが、付け替えがちょっとだるい。私はギアタイというねじりっこの親分みたいなのをフック代わりに使っています。アップデートがあるならばぜひフックをつけてほしいです。2つ目は寒いからなのか理由は分かりませんが、電源投入直後に光がちらつくことがあります。分かりにくいとは思いますが、これちらついている時ですね。背景がチカチカしてしまいます。1、2分もすれば安定するのですが、見ていて目が疲れますし、何より動画撮ってる時にこれになると困ってしまいます。寒い日はつけっぱなしで使っていますが、電池食いますからよくはないですよね。ちょっとした不満になっています。フェニックスの作業灯 CL28R、 機能が満載の作業灯です。フックないのと重さを許容するならば素晴らしい選択肢の一つとなるでしょう。オーライトさんのスイベルプロと使い比べてどちらも良いライトに思っています。優劣はつけがたいですね。タフで大容量なフェニックスの CL28R、 機会があれば試してみていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。